序章、オープニング。ふと気がつくと、社内で一番仕事ができたあの先輩がいなくなっている。いつも鋭い意見を出していたあの若手が、ある日突然、退職願いを出した。あなたの周りで、こんなことは起きていませんか？そして残されたのは、現状維持を好む保守的な上司と、指示待ちの同僚たちだけ。もし、この状況に心当たりがあるのなら、あなたの会社では今、組織論で語られる、ある恐ろしい現象が進行している可能性があります。それは、視界現象です。IT エンジニアであり組織コンサルタントのブルース・ウェブスターが提唱したこの概念は、極めてシンプルかつ残酷な真実を私たちに突きつけます。視界の水は、蒸発することで水分だけが出ていき、塩分濃度が極端に高くなります。これと同じように、組織において優秀で市場価値の高い人材、水分はより良い環境を求めて外へと蒸発していきます。その結果、組織に残るのは他に行き場のない人材や現在のぬるま湯環境に満足している人材、塩分だけになり、組織の流動性が失われ、硬直化してしまうのです。なぜ優秀な人ほどある日突然静かに去ってしまうのでしょうか？給料が安いから、仕事がきついから、もちろんそれも一因でしょう。しかし、数々の組織心理学や行動経済学の研究を紐解くと、もっと根源的で構造的な絶望がそこにあることが見えてきます。優秀な人たちは単なる不満で辞めるのではありません。彼らはその優れた知性ゆえに組織の未来のなさを論理的に予見し、見切りをつけているのです。今回は心理学、経営学、そして数々の文献データをもとに、優秀な人がすぐに離れようと感じる会社の特徴を徹底的に解剖していきます。これは会社への批判動画ではありません。あなたが自分の能力を正しく発揮できる場所を選ぶための生存戦略の講義です。もしあなたが自分はもっとできるはずだと感じていたり、周りのレベルが低くて話が通じないと悩んでいるなら、この動画はあなたのためのものです。約30分後、あなたは現在の環境に止まるべきか、それとも蒸発して新たな海へ向かうべきか、明確な答えが出ているはずです。それでは、深淵なる組織の心理学へ、共に潜っていきましょう。第一章、公平理論とフリーライダーのパラドックス。まず、一つ目の特徴です。それは、アダムスの公平理論が崩壊している職場です。あなたは、パレートの法則をご存知でしょうか？売上の8割は、2割の優秀な社員によって生み出されているという、あの有名な法則です。しかし、多くの日本企業で起きている現実は、この法則をさらに悪化させたものです。優秀な2割の社員が、残り8割の社員のミスをカバーし、尻拭いをし、なおかつ自分自身の高い目標も達成しなければならない。それにもかかわらず、給与明細を見ると、成果を出していない8割の社員とほとんど変わらない。あるいは、残業代が出る分、仕事が遅い社員の方が手取りが多いという逆転現象さえ起きている。行動科学者のジョン・ステイシー・アダムスが提唱した公平理論によれば、人は自分の投入量、努力や時間と結果、報酬や評価の比率を他者と比較します。そして、その比率が不公平だと感じたとき、強い不快感を覚え、その不均衡を解消しようと動機づけられます。優秀な人がこの不公平を解消する方法は2つしかありません。1つは、投入量を減らすこと、つまり、馬鹿らしくなって手を抜くことです。これを意図的なパフォーマンスの低下と呼びます。そしてもう1つが、比較対象を変えること、つまり、正当に評価してくれる別の組織へ移ることです。社会心理学には社会的手抜き、別名リンゲルマン効果と呼ばれる現象があります。集団で作業を行うと、一人当たりのパフォーマンスが低下する現象です。優秀な人が辞める会社では、この社会的手抜きをするフリーライダー、ただ乗りする人が放置されています。想像してみてください。あなたは必死に重いみこしを担いでいる。右肩にはずしりと重みが食い込んでいる。ふと横を見ると、同じようにみこしを担いでいるふりをして、全く力を入れていない同僚がいる。しかも彼は、笑顔で沿道の人に手を振っている。そして祭りが終わった後、その同僚が僕たち、頑張りましたよねと上司にアピールし、上司もみんなよくやったと一律に評価する。この瞬間、あなたの心の中で何かが折れる音がしませんか？優秀な人材にとって、最も耐え難いのは激務そのものではありません。激務の対価としての公平性が欠如していること、そして頑張らない方が得をするという構造的欠陥なのです。もし、
あなたの職場で仕事ができる人にだけ仕事が集中し、できない人は定時で帰るという現象が常態化しているなら、それは公平理論が崩壊している決定的なサインです。優秀な人は自分が組織の養分にされていることに気づいた瞬間、静かに荷物をまとめる準備を始めます。第2章、ピーターの法則と無能な上司の量産体制。2つ目の特徴は、ピーターの法則が支配する組織構造です。これは南カリフォルニア大学の教育学者ローレンス・ J. ピーターが提唱した組織論における極めて有名な、そして皮肉な法則です。その内容はこうです。能力主義の階層社会では、人間は能力の極限まで出世する。その結果、有能な平構成員は無能な中間管理職になる。具体例を挙げましょう。ここに抜群の成績を誇るトップセールスの A さんがいます。会社は彼の実績を評価し、営業部長へと昇進させました。しかし、ここで問題が起きます。プレイヤーとしてのスキルとマネージャーとしてのスキルは全くの別物だからです。A さんは部下を育成することもチームの戦略を立てることも苦手でした。彼はかつての輝きを失い、判断を誤り、部下のモチベーションを下げる無能な上司へと変貌してしまいます。そして恐ろしいことに、ピーターの法則によれば、彼は無能になった時点で出世が止まり、そのポジションに定年まで止まり続けるのです。優秀な若手社員にとって、これほど絶望的な光景はありません。目の前にいる上司は、過去の実績にあぐらをかき、現在の業務においては何の付加価値も生み出していない。尊敬できない上司の下で働くことは認知的不協和を生みます。なぜ自分より能力の低いこの人の指示に従わなければならないのかという葛藤です。さらに Google が行った大規模な組織調査プロジェクトオキシジェンでも、優れたマネージャーの要件として専門知識よりもコーチング能力やチームのエンパワーメントが重要であると結論付けられています。しかしピーターの法則に陥った組織では、これらが欠如した上司がボトルネックとなり、意思決定を遅らせ、部下の成長機会を奪います。優秀な人は権威に従うのではありません。能力とビジョンに従います。もしあなたの会社の上司が昔は俺もすごかったんだという武勇伝ばかり語り、今の現場の課題解決には全く役に立たないのなら、その組織はすでにピーターの法則によって無能化が完了しています。そこはあなたが目指すべき未来の姿ではないのです。第3章、自己決定理論とマイクロマネジメントの呪縛。3つ目の特徴は自己決定感の欠如です。心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した自己決定理論によれば、人間の内発的動機づけ、やる気を支えるのは次の3つの要素です。1、自律性、自分で決めて行動したい。2、有能感、自分はできると感じたい。3、関係性、周囲と良好な関係を築きたい。中でも優秀な人材にとって生命線とも言えるのが自律性です。彼らは自分の頭で考え、最適なルートを選び、結果を出すことに喜びを感じます。しかし優秀な人が辞める会社では、この自律性を徹底的に破壊するマイクロマネジメントが横行しています。メールの CC には必ず私を入れて、資料のフォントはこれで統一して、15分おきに進捗を報告して、上司は管理という名の下に部下の思考停止を強要します。これを心理学では過干渉と呼びますが、優秀な部下にとってこれは単なる邪魔であるだけでなく、信頼されていないという強烈なメッセージとして受け取られます。ダニエル・ピンクはその著書モチベーション 3.0 の中で、現代のクリエイティブな業務において飴と鞭、外発的動機づけは機能せず、自律性こそがパフォーマンスの源泉であると説いています。にもかかわらず前時代的な監視と統制を続ける組織、考えてみてください。 F1 レーサーに法定速度を守って走れ、ハンドルを切るときは許可を取れと言っているようなものです。彼らのスペックは制限されることで錆びついていきます。優秀な人は裁量権のない環境を自分の市場価値を下げる場所として認識します。ここでは自分の脳みそを使う必要がない。そう悟った瞬間、彼らの関心はいかにこの仕事を効率よく終わらせて転職サイトを見るかへとシフトするのです。もしあなたが上司の顔色を伺うことに一日の大半のエネルギーを使っているなら、それはあなたの能力不足ではありません。環境の構造的欠陥なのです。第4章、心理的安全性とイノベーションのジレンマ。4つ目の特徴は
心理的安全性の欠如とそれによるイノベーションの阻害です。ハーバードビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授が提唱した心理的安全性とは、チーム内で対人関係のリスクを冒しても安全であるという信念のことです。簡単に言えば、バカにされないか怒られないかを気にせず、自分の意見や懸念を率直に言える環境かどうかということです。優秀な人は現状維持を嫌います。彼らは常にもっと良くする方法はないかと考え、既存のルールに疑問を投げかけます。これを創造的破壊と呼びますが、硬直化した組織にとってこれは秩序の乱れでしかありません。前例がない、余計なことをするな、波風を立てるな、こうした言葉で改善提案や新しいアイデアが即座に却下される。これを繰り返されると人はどうなるでしょうか。沈黙こそが最適解だと学習します。経営学者のクレイトン・クリステンセンが著書イノベーションのジレンマで指摘したように、優れた企業でさえ既存の成功体験に固執し、合理的な判断を繰り返すことで破壊的イノベーションに対応できずに没落していきます。優秀な人材はこの沈みゆく船の気配に敏感です。彼らは自分の提案が通らないこと自体に腹を立てているのではありません。変化を拒絶する組織体質そのものに将来性のなさを感じ取っているのです。この会社は10年後にはなくなっているかもしれない、その冷徹な予見が彼らを退職へと駆り立てます。 Google の研究によれば、生産性の高いチームの唯一の共通点は心理的安全性の高さでした。もしあなたの職場の会議が上司の独演会で誰も反対意見を言わない死んだ会議になっているなら、そこにはイノベーションも、そして優秀な人材の居場所もありません。第5章、学習性無力感とユデガエルの末路。5つ目、そして最も残酷な特徴は学習性無力感と将来性の欠如です。あなたはユデガエルの偶話をご存知でしょうか。熱湯にカエルを入れると驚いて飛び出しますが、水から徐々に温度を上げていくとカエルは温度変化に気づかず茹で上がって死んでしまうという話です。実は優秀な人が去った後の組織に残る人々はまさにこのユデガエルの状態にあると言えます。心理学者マーティン・セリグマンが行った実験では、回避不可能な電気ショックを与えられ続けた犬はやがて何をしても無駄だと学習し、逃げ出せる状況になっても逃げようとしなくなりました。これを学習性無力感と呼びます。どうせ上層部は変わらない、新しい企画を出しても潰される、頑張っても評価は同じ、こうした微細な無力感の積み重ねが組織全体を覆う重い空気となります。しかし優秀な人材の脳はこの学習性無力感に対して強烈な拒絶反応を示します。彼らは本能的にここに長くいると自分の牙が抜かれてしまうと察知するのです。彼らが職場で見ているのは今の待遇だけではありません。5年後、10年後の自分の姿です。社内を見渡した時、ロールモデルとなる先輩や上司がいるか、それとも社内政治に疲れ果てて新しい技術を学ぶことをやめ、愚痴ばかりこぼしている慣れの果てのような中高年社員しかいないか。このままここにいたら自分も市場価値のないおじさんおばさんになってしまうのではないか。この恐怖こそが優秀な人材を突き動かす最大の原動力です。彼らは会社への不満で辞めるのではありません。自分の未来を守るために辞めるのです。経済学にはグレシャムの法則という言葉があります。悪化は良化を駆逐するという意味です。組織においては低い基準が高い基準を駆逐します。緩い環境、低い志、変化を嫌う空気、これらが蔓延した組織からは高い基準を持つ良化、優秀な人材は逃げ出し、結果として悪化だけが残る。これこそが冒頭でお話しした視界現象の正体なのです。最終章、キャリアアンカーと次なる海へ。ここまで優秀な人が辞める会社の特徴を5つの視点から解説してきました。もしあなたがこれらの特徴に当てはまる環境にいて、心の中にモヤモヤとした違和感を抱えているなら、それは正常な反応です。あなたの優秀さがまだ死んでいない証拠です。組織心理学の権威、エドガー・シャインはキャリアアンカーという概念を提唱しました。これはキャリアを選択する際にどうしても犠牲にしたくない、自分の譲れない軸のことです。自律的に働きたいのか、専門性を高めたいのか、あるいは社会に貢献したいのか。優秀な人たちが会社を去るのは、その会社の環境が彼らのキャリアアンカーと食い違ってしまったからです。これは決して逃げでも裏切りでもありません。リンクトインの創業者リード・ホフマンは著書
アライアンスの中でこれからの雇用関係は終身雇用ではなく、互いにメリットのある期間だけ協力し合う同盟関係であるべきだと説いています。優秀な人は一つの会社に依存しません。彼らは会社を学校やプロジェクトのように捉え、そこでの学びや成長が止まった時、次のステージへと卒業していくのです。もしあなたが今環境を変えることを恐れているなら、思い出してください。カエルが茹で上がる前に飛び出すには勇気が必要です。しかしその一羽があなたのキャリア、ひいては人生を救うことになるかもしれません。無能な働き者として組織に残るか、それともリスクを取ってでも自分の価値を証明できる場所へ向かうか、選ぶのは会社ではありません。あなた自身です。この動画があなたの次なる一歩を踏み出すための小さな羅針盤になれば幸いです。私のチャンネルでは組織論、行動経済学、脳科学に基づいたビジネスパーソンのための生存戦略を配信しています。賢く、強く、そして自由に働きたい方はぜひチャンネル登録をして次回の講義にも参加してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。